RC 東郷。こんにちは。ボスログです。松井坂です。はい。またやってきました。前回ね、エンジンカーでお騒がせした2人なんですけれども、まあいろいろね。なかなか初回からいろいろなコメントがそうですよね。入ってきて、やっぱ心配なんじゃないですかね。もうくしゃくしゃやってるんで。そうですね。ドリフトなどやっぱ電動の方ばっかりが見ると思うんですけども、ちょっとこう広がってエンジンカーに興味のある人にもチャンネルの方ですね、見てもらえると嬉しいかなと思っております。本当にね、いろんな意見とかね、アドバイスとかね、本当にありがとうございます。っていうところで今回はですね、また土井坂の方が素晴らしいシステムの方を開発してきてくれましたと。何を開発したんですかね。今回 4WS ですね。今までのネタ枠ではなくてですね、ちょっと本当に実用性のあるレベルのものを作ってみたので、ちょっと見てもらいたいかな。ガチっていうことですよ。今日小話は良かったんですか。マシンの方ね、早速見ていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。お願いします。伊坂さん、ドアのやつ入れなかった。小泉さんやれ。なんで。マシンの方ね、まずこちらになります。ボディね、セリカのボディになってます。こんな感じですね。はい、行きましょう。はい、中身ですね。まずこれマシンの紹介として TRF のこれ何ですか。415ですね。415、なるほど。にラジマニのスライドラックがスキーのジャイロがこれは KO さんだね。そうですね。ジャイロも KO がついている。モーターがこれタミヤの 15.5 ターンですね。でアンプが970ですね。はい。4WS ということで、その機構の方がどこにあるのかっていうのをちょっと見せてもらいたいんですけども、裏から見ると分かりやすい。裏から見ると、このこのサスアーム自体が TRF の419のフロントのサスアームをつけて、それをそのままナックルも C ハブ仕様だね。じゃあフロント周りをごっそり移植したって感じだね。こう後ろに持ってきただけで。サーボがここにこのマイクロサーボはついてますよね。これはアマゾンで買った怪しいやつにしては高い。了解です。値段が高めのしっかりした軸も金属になってたんで、それなりのものだと思いますけど。了解。じゃあ早速ですね、動きの方を見ていきたいと思いますね。プロポは 7PX ですね。今上から見てみる。はい、いいですよ。今表示を見てもらうと、今この赤いところ、これフロントしか切れませんということで、この逆位相の方にしていくんですね。逆位相と正位相っていうのはちょっとなかなか分かんない人が多いと思うんですけど、多分6なのか9なのかどっちなのって、それとも6も9も一緒なのかっていう疑問があると思うんですけれども、ちょっと説明お願いしてもらっていいですかね。これ間違ってないですね。間違ってたらごめんなさいね。このフロントに対してフロントを右に切るとリアがどうなります？リアは左に切る。ちょっと左に切る。これが逆位相ですよね。でじゃあこれステアリングに連動してるときは逆位相になると。これ今ミキシング使ってるんで同位相にもできるんですが、まあいろいろやってみてですね、ちらっと見た結果、まあこの逆位相か、逆位相一択かなっていう。同位相にしてもあんまり効果がない。ステアリングの時は逆位相一択っていうことね。そうですね。でここにですね、ジャイロがついてて、このジャイロは後ろ側のサーボにつながってます。でこれで G がかかるとこれが同位相ですね。同位相の方に、なるほど。だからドリフトしてガーッとこうお尻が流れた時はこっち側に切れていく。例えばこっちに左に曲がろうとするとハンドルは左に切れますよね。で後ろは右に切れますよね。これ逆だよね。グリップの状態はこのまま展開していくんですが、これでドリフトの状態に入ると、要は左に切れとってもこいつは右に切れるじゃないですか。フロントは。でこいつ自体も今まで切れとった方向とは逆に来てる。要はジャイロが効き出すと同位相になるとかね。それでまあフロントもリアも同じカウンターを当てるっていうふうですね。わかりました。じゃあちょっともう一回ハンドルだけ動かしてほしいですね。見えますかね、このリア動いてますよね。で
はい。この動く量もですね、はい、大体これそうですね、2度から3度ぐらい。なるほど。大体実車の 4WS と同じぐらい。はい。走ってる時もそんな後ろバタバタ動かなくて不自然な感じはないです。まあ多分細かいコースだともう少し角度がついてもいいのかなと、はい、そんなんだよね。はい、なるほど、分かりました。じゃあ走ってるとこね撮りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。伊佐さん、どんな感想ですか？ほぼ自動運転というか、最初に入り口で角度さえ決めてしまえば、あとはほぼほぼ右手動かさずに
スロットルだけでいけるのかな。なるほどなるほど。ドリフトでコーナリングしてる途中での軌道修正とか、あとちょっと失敗してケツが出過ぎてスピンするかなと思ってたとこでもグッと捉えたんで、なかなかいいのかなと思って、面白いか面白くないかっていうと、面白くないっていう人もいるかもしれない。その辺は見てくれた方でいろいろコメントいただけると。そうですよね。ありがとうございます。僕もちょっとだけね乗らせていただいたんですけれども、なんて言ったらいいのかな、めちゃくちゃスムーズですねこのマシン。これ伊坂さんがきっちりセッティングしたマシンなんで、でも実際そのコーナーで破綻するとか、そういう感じが一切ない感じなんですよ。であと例えば、さっき言ってたコーナリング中の軌道修正、角度を変えたりっていうのが前とかだと結構ギクシャクしとったのが自然にいけちゃうっていう感じがしたんで、その辺はすごく強い武器なのかなっていう感じは受けましたね。あとその直線でその後飛ばしていく時とかでも「あ、しまった、失敗こいた」っつっても結構まっすぐ行ってくれるっていうね、ちょっとねこれはいいのかっていうぐらいのデバイスでしたね。とんでもないマシンかなっていう。あとタイミング外すとそのままプッシュアンダーでハンドル切れたまままっすぐ突っ込んでいったりするんですけども、それも起きないですよね。そう、すごい滑らかでね、なんだこの車っていう感じで、ある意味その例えば台数が多い時の連取りとか、そういう人では安心感抜群な感じがしましたね。同位相逆位相っていうのはちょっとね分かりづらい時があるかもしれないですけども、それはちょっと皆さんググってください。6なのか9なのか分かんない人はね、これで勉強してください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。